爆発する円盤を発射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はグレネードディスクランチャーを作ってみようと思います。飛んで爆発する円盤をいい感じに発射できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは爆発する円盤の開発からですね。こちらはシンプルに大きな薄い火薬の板を円盤本体にしましょう。5.83kg あるので、なかなか爆発力がありそうです。当たった時にダメージが出るように、4本の鉄の刃を周りにつけたら、発射用の火薬をセットして発射してみましょう。すると、なるほど、そこそこ飛んでますね。これと比較するために、だいたい同じくらいの重さの火薬の塊を発射してみると、なるほど、飛距離はほぼ同じですが、安定度と滞空時間は円盤の方が上みたいです。今度は飛んで爆発するように、発射と同時に引火する導火線をつけて発射してみると、いた！そのまま爆発してしまいました。ここから導火線の長さや発射用の火薬の大きさを変えながら、ちょうどいい飛距離と爆発する位置を調整していきましょう。その結果、発射用の火薬を 0.15kg に増量することで、ナイスな飛距離と爆発タイミングになりました。でも、火薬を囲っている部品が火薬の威力で壊れてしまったので、材質を古代の合金に変えて耐久力を上げました。これなら問題なさそうです。では次は縦に並べて2連発してみましょう。早速火をつけると、いた！ 2 発目が爆発してしまいます。そこで間にプラスチックの板を挟むことで、爆風から2発目を保護してみると、今度はちゃんと2発目を発射できました。これならもっと弾を増やすことができそうなので、5発に増やして点火すると、よし、こちらも問題ありません。このままでも十分強力ですが、さらに倍の10発に増やしました。この状態でも上から順番に点火することで、すべて発射できます。前にある木は何度も爆発を食らってボロボロになっていました。ここからさらにもっと簡単に発射できるようにロケットエンジンをつけて噴射の力で上から順番に着火できるようにしましょう。この状態で噴射させてみると、すべての弾が誘爆して一気に発射されてしまいました。ここからちゃんと一発ずつ発射できるように松ぼっくりの焦がし具合や貼り付け位置を調整していきます。よし、いい感じに一発ずつ発射することができています。小刻みに電気を流すことで10発すべての弾を打ち尽くしてくれました。あとは手で持って発射できるようにグリップとトリガーをつけるだけですね。手から離さないようにベアリングを挟んだグリップと体で押すタイプのトリガーをつけたところで手に持って撃ってみようとすると、持ち上がりません。火薬だけで50キロ以上あるので当然ですね。地面に置いたまま発射していると、5発目を発射したところで爆発してしまいました。そこで下にベアリングのタイヤをつけることで移動できるようにします。この状態で撃ってみると、すべて爆発してしまいました。
気はそれなりに発射できていたのに、不思議ですね。とりあえず、間に木の板を挟むことで、誘惑を防いでみようとしましたが、あまり効果はありませんでした。試しに、ベアリングのタイヤ部分を外すと、なんとか発射できるようになったので、どうやら、ベアリングの軸側が、点火する細工に繋がっていると、こうなりやすいみたいです。そこで、火薬がついている側ではなく、ベアリングを介して繋がっているグリップ側に、タイヤをつけることにしました。すると、よし、勝手に爆発することなく、発射できます。でも、途中で燃料がなくなったので、もっと小刻みに発射しやすい手首の動きで通電させるトリガーに変更しましょう。今度は近くの木を狙うと、よし、バシバシ円盤が当たって、木をボコボコに破壊できています。爆発の範囲もそれなりにあるので、なかなか強力ですね。最後まで問題なく発射することができたので、これでグレネードディスクランチャーの完成です。カメラに向かって撃ってみると、爆発する円盤を発射できています。途中で木の板が壊れたりするので、爆風を受け止めてダメージを防ぐ効果はあるみたいです。では、いつものように、大きな木から破壊していきます。円盤のぶつかるダメージと爆風で、簡単に木が崩壊していきます。すべて打ち終わる頃には、壊滅的な状態になっていました。そして、小さな並んだ木を狙うと、3発目の発射で、一気に破壊できました。続けて発射することで、残骸が飛び散っていきます。大きな草の塊は、爆風のダメージを受けながら、炎上してバラバラになっていきました。炎上中は手前で爆破してしまいますね。草を組み合わせた的は、炎上させつつ、火薬の爆発の広範囲攻撃によって、簡単に吹き飛ばすことができました。こういう的には強い武器です。続いて、ドローン工場の壁は、直接当たった時のダメージと、爆風のダメージのおかげで、順調に耐久力を削って、破壊することができました。そして、風力発電機を狙うと、爆風の力で、プロペラが破壊されています。でも、円盤を正確に当てるのは、それなりに難しいので、なかなか破壊することができません。それでも諦めずに狙っていると、よし、しっかり円盤が命中して、柱がへし折れました。高耐久の敵も、十分狙える武器です。それでは次は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、発射してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよ。発射最初の一発で、半分以上破壊できました。やはりこういう並んだ雑魚キャラには、効果的な武器ですね。これだけの爆発範囲があれば、飛行機やヘリに搭載して、空対空の兵器としても利用することができそうです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。隙間から敵を狙いながら、右手を一瞬ひねることで、一発ずつ点火して、発射することができます。長くひねると燃料がなくなるので、注意しましょう。そして時々、爆発してしまいます。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスのかけらを円盤に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。
果たして倒すことはできるんでしょうか。早速撃ってみると、爆風でダメージが入っています。でも、一発のダメージはそんなに高くないので、なかなか倒せませんね。それでも徐々に近づきながら、鍵盤を当て続けていると、やったー !92,477 ダメージ巨大スライムを倒しました。鍵盤についたガラスがうまく弾かれて、とんでもないダメージが入りました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、グレネードディスクランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。